もどうしても食べたくなって夜遅くに起きて冷蔵庫開けて真っ暗闇の中こっそり明太子を食べるみたいな。 GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。星町水星です。10エッセンシャルズ、私にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それではレッツゴー。最初のアイテムはペンライトです。今日は私の私物のペンライトを持ってきました。家にはねもっとたくさん30本とかそれぐらいあるんですけど、あんまりグッズとか買わないタイプなんですけど、ライブとか行く時はもう必ずペンライトはどうしても買っちゃうんですよね。両手に持ちたいので2個基本的に持ってて、拍手もしたいタイプなのでもう腕にストラップつけられるタイプを持ってって、拍手する時は落として拍手みたいなことができる感じでやってます。自分のライブのペンライトだったら星の形に切り取ったりとか、なんかちょっと特殊な形のペンライトを作りたいなと、いろんな種類の青色入れたいですね続いてのアイテムはぬいぐるみです。こちらかなへいのうさぎシリーズのうさぎちゃん、家には50匹ぐらいいるんじゃないかなって。推し活のキャラクターのぬいぐるみだったりとかもありつつ、でもこのかなへいのうさぎシリーズのうさぎちゃんが一番多いです。最近プライズでよくこのシリーズの大きさのぬいぐるみが出るようになって、めちゃめちゃお金かけてキャッチしました。この大きい顔の中心に顔のパーツがキュッと集まってるところがすごい可愛い。で、あとこのほっぺがすごい可愛くて、ほっぺのチークは薄くなってくるんですけど、自分たちのチークを塗ったりしてチークを付け足してます。すごい可愛がって、すごい可愛がってます。可愛い。続いてのアイテムはこちら。ピアスです。おしゃれする時に一番最後にピアスをつけるんですけど、ピアスをつけるとおしまったなっていう感じがすごいして、ピアスは必需品になってます。一番上のが私アシンメトリーなのが好きなので、ちょっと左右非対称なピアスになってて、2つ目が猫ちゃんがいてみたいな赤色のピアスも結構つけるので、メラメラしてるやつ選んできました。服装によっては指輪をつけたりとか、あとチョーカー、今もつけてるんですけどチョーカーをつけたりとか、ピアスの数は50とかはあると思うんですけど、でもそのうちの3分の1は壊れてると思います片方落としちゃったとかそういうのばっかりですね。出かけてる時にあれない、気づいたらないみたいなことが結構あります。続いてのアイテムはじゃん、板タブです。液タブとか液晶にも直接描くやつとかもあると思うんですけど、パソコン上で絵を描き始めたのが本当に小学生とかそこぐらいで、その時にお姉ちゃんが板タブを使ってて、それをちょっと見よう見まねで使わせてもらったのが使い始めたきっかけで、その時期からずっと板タブなので、液タブすごいいいよっておすすめされて、ちょっと試し書きしてみたらあまりの合わなさにびっくりして、もうずっと板タブを使ってます。絵を描く時とか、あとは普通にデジタル上で文字を書く時とかにも使えますし、仕事ではかなり使うので人生に必要なものでございます。4年前くらいかなぐらいに描いた自分の自画像なんですけど、夏祭りに行ったイメージで描きまして、可愛く描けたんじゃないかなと思っております。もう紙に描くこと本当にほぼなくて、昔は紙に描かないと描けねえってなってたんですけど、だんだんデジタルじゃないと描けなくなってしまって、線をワンタッチで消せるので、それが一番楽です。もう授業中とかノートにも絵しか描いてないみたいなこととかもありました。続いてのアイテムはイヤモニです。
。ライブ会場でライブをするとバンドさんの音と会場に鳴り響いてる音が結構差があるので、自分の耳に合ったものをつけないと歌えたもんじゃないっていうことを聞いて、自分のファーストソロライブの2、3週間前くらいに急ピッチで作ったものになります。自分の耳の型を取って作りました。踊りながら歌うことが多いんですけど、踊る時に全く落ちなくなったので、自分の耳の形のもの作るのって大事なんだなって思いました。幼稚園の時とかは将来の夢のなんかやつにアイドルみたいな、歌手みたいなのは書いてました。でも別でアナウンサーとかも書いてたし、セーラームーンとかも書いてたし、すごい真剣に歌手になりたいなっていう風に追いかけてたわけではなかったので、すごい今はいい巡り合わせで楽しいことさせてもらってるなと思ってます。なんかそこまで自分がめちゃくちゃうまいと思ってたわけでもなかったので、ただ歌うの自体は好きだったから歌うお仕事に今つけてるっていうのがなんかすごいありがたいし、たくさんの方に歌が上手だねって言っていただけるのがすごい嬉しいです。続いてのアイテムはネンジアンです。個人的にはすごく美味しくないんですがネクストカラープラネットっていう私のオリジナル曲があるんですけど、その曲が私のオリジナル曲の中で初めてちゃんとしたスタジオに行って収録させてもらった楽曲だったんですけど、その時の収録の時にちょっと喉がイガイガしますねって言ったら、スタッフさんがこれいろんなアーティストさんが飲んでるんですよって言って渡してくれて、舐めてみたら確かに喉が潤った、美味しくないけどみたいな感じで、そこから重宝してます。歌う前というよりかは歌い続けて喉が枯れてきたなっていう時に舐めてます。喉で気をつけてるの、あとは部屋を加湿することがめちゃくちゃ個人的には大事で、もう寝る時とか配信してる時とかも必ず加湿器バーってすごい炊いて喉を潤すようにしてます。強い方なのかなとは思ってて、結節ができたこともないので多分強いんだろうなとは思ってるんですけど、最近はちょっと 18.5 歳になってきてちょっと衰えを感じてます続いてのアイテムはポン酢です。1ヶ月に最高5本ぐらいなくなったこととかありまして、特にお気に入りなのがこのゆずポンで馬路村っていうところのポン酢がすごい好きで、通販でも20本とかをまとめ買いとかしたりしてます。よく姉と一緒に住んでるんですけど、姉もすごいポン酢が好きで姉妹揃ってポン酢めちゃくちゃ消費しています。一番はやっぱり鍋、あんこう鍋が一番好きですね。ちょっと渋いか料理は自炊が多いですけど、最近は結構姉に任せきりです。得意料理はなんだろうな、カレーカレーにポン酢は入れないですソースとか醤油とか入れます。続いてのアイテムはクリリン、明太子です。本当に小さい時からずっと好きで、もうお父さんが明太子を私が好きだからってめちゃくちゃ買ってきてくれるんですよ。だけどやっぱ塩辛いし、たくさん食べ過ぎちゃダメだよってことを言われてたので、でもどうしても食べたくなって夜遅くに起きて冷蔵庫開けて真っ暗闇の中こっそり明太子を食べるみたいなことをやったりとかもしてました。でそんなからし明太子の中で一番好きなのが福屋さんのどっから明太子が一番好きで一番買ってます。皆さんもぜひ食べてください。ぜひ。辛ければ辛いほどなんかうまい明太子マヨネーズとか明太パスタとかいろいろあると思うんですけど、もうそのままご飯にのせて食べるのが一番好きなので、もうそればっかりです。続いてのアイテムはAirPodsです。コントローラーの
形をしたカバーをつけておりまして、すごいかさばるんですけど、でも可愛さの方が勝った結構車酔いしやすくて、車だけじゃなくていろんな乗り物ですごい酔っちゃうんですよ。飛行機だったり新幹線だったり電車だったりもう何でも酔うんですけど、その時に音楽を聴いてるだけでほんのちょっとだけ酔わなくなるので、この AirPods で曲を聴きながら乗り物に乗ってます。アドレナリンが出た方が酔わなくなるので、ロックだったりちょっとそういう乗れる激しめな曲、2023年で一番聴いた楽曲が結束バンドさんの楽曲ロックなので、めちゃくちゃ聴いてます。自分の曲はほぼ聴かないです好きな曲をめちゃくちゃ繰り返し聴いちゃうタイプ。1週間ぐらいずっと同じ曲を聴きまくって、で飽きちゃうタイプ。自分の曲も気に入ってる曲いっぱいあるんですけど、飽きちゃったらいけないんでちょっといつでも新鮮な気持ちになれるように聴かないようにしてます。続いてのアイテムは Twitter です。最近、X っていう名前になったらしいですが、Twitter って未だ呼んでおります。Twitter でニュースを知ることとかもなんかもうあるので、自分の情報源、こうやってインフルエンサーになって自分の好きなものを発信するとか、自分の好きなものをおすすめしたりとかシェアしたりするのとかにもめちゃくちゃ使ってるので、みんなとのコミュニケーションの場所でもあり、情報を取り入れる場所でもあり、本当に日常の一部です。ツイッターで好きな歌を歌って投稿した時に、その曲の作曲者さんから連絡が来て「これ僕が作った曲なんです、歌ってもらえて嬉しいです」みたいな。で私もあなたの曲がすごい好きなんですっていう流れがあり、1曲できたことがあります。もし今からツイッターが消えた場合、もうどうしたらいいのか本当にわからない私の10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。こうやって並べてみるとなんか可愛いものだったりおっさんみたいな食べ物だったりブレブレだなと思いましたけれども、好きなものが好きだということでよろしくお願いいたします。10エッセンシャルズ星町水星でした。 See you again, have a nice day!